オールスタジオへようこそ。メカニックのタスクと申します。今回は HG144 分の1ガンダム ARL 回収型を作っていきます。模型ライフル支援砲撃。ランナーは8枚。おなじみのインモールド成形のパーツが付属。裏面印刷のダブルサイドシールではなく、通常のホイールシールが1枚。プロポーションは劇中や設定に比べてやや上半身のボリュームが控えめというか、おとなしい印象です。ただギミックは満載でコストパフォーマンスに優れたキットですね。合わせ目は非常に多く、シリーズで一番の印象です。足は膝、ふくらはぎ、太ももの裏側2箇所。前腕部、肩アーマー上面、バックパックのスラスター下部、バックパック下部、股のフレーム部分、ビームライフル全体に合わせ目があります。中でも後はめ加工が必要な部分に絞って解説していきます。まずは前腕部ですが、シールドを留めるハードポイントとフレームが一体化していて、なおかつデザイン的に合わせ目が発生しています。まずはフレームパーツのハードポイント部分をカットソーでカット。フレーム側の出っ張りをカットして、着色している部分をデザインナイフとヤスリで削り落とします。先にハードポイント部を埋め込めば、そのまま差し込む形で腕部の後はめ加工が完了です。右が加工したフレームパーツです。加工の参考にしてみてください。次にバックパックの加工を行います。一つのフレームパーツを挟み込んでいる構造なので、バラバラにカットしていきます。まずは真ん中のフィンの側面に合わせてカット。上部はもう一回縦にカット。もう一方は着色している部分をニッパーでカット。横から差し込みやすくするために角を削り落とします。一部挟み込んで、あとは外側からそれぞれはめ込んでいきます。お待たせしました。脚部の解説です。まずは硬いから挟み込んでいるフレームのダボをカット。さらに着色している上部を斜めにカット。下部の出っ張りをヤスリで慎重に薄く削り込みます。あとは手前の真ん中からフレームを差し込んでくるっと回せば後はめ加工の完了です。右が加工したフレームパーツです。最後に太ももの解説です。回収型は膝アーマーが一体化しているものの、全部のダクトがフレームに一体化していて、さらにそのフレームをクリアパーツで挟み込んだ上に白い装甲パーツを挟み込んでいる、とっても楽しい構造をしています。まずは外装の白いパーツから、ラインに沿って膝アーマーをカットソーで切り離し、着色部分をデザインナイフで慎重に切り離します。
内側のフレームを挟み込む四角い部分の下部のみをデザインナイフでくり抜いて、さらに下半分のダボとダボ穴をきれいに削り取ります。次にクリアパーツの前面のダボを切り落とし、着色したラインに沿ってカットソーで切り離します。前面部のパーツの側面を慎重に切り離し、さらにヤスリで着色部分を削り落とします。反対側の後部パーツは四角い部分の下部のみデザインナイフでくり抜きます。フレームパーツは側面のダボをカットして、四角い部分はヤスリで高さを調整します。これで加工は完了です。ではこの状態から組み立てていきます。外装パーツに後部のクリアパーツを下から入れ込んではめ込みます。次にフレームパーツにヒザーマーをかぶせ、その状態で下からゆっくりとはめ込んで、あとは前面のクリアパーツを正面からはめ込めば、残りは通常の組み立てと同じように組み上げます。加工したそれぞれのパーツです。右側が加工後、測ると分かりますがギリギリなので調整しながら慎重に作業しましょう。全体的におとなしい印象なのでプロポーションも修正しました。まず肩が少し低い印象なので、肩アーマーを取り付けるフレームを取り付ける根元の部分を切り離して 1mm のプラ板を2枚挟み込んで延長、高さを 2mm 上げることで肩が上がって力強い印象になりました。次に上部スラスターの付け根のパーツをこちらも 2mm 厚くして上部スラスターの位置を外側に広げてみました。簡単な修正ですが、より劇中の印象に近づいたのではないでしょうか。パテ埋めしたパーツはこんな感じです。フレームと武器類を中心にエポキシパテで埋めています。あとはほぼ全パーツを丁寧に溝を掘り直して凸凹を平らにして、電動ツールで表面をきれいに処理していきます。塗装の下準備をしていきます。まずはパーツを中性洗剤と超音波洗浄機を使って削りカスを落としていきます。パーツが乾燥したらエアブラシでサーフェーサーを拭くために持ち手にパーツをつけていきます。基本は1200番のグレーサフを垂れない程度にしっかり均一に拭いていきます。発色を良くするために黄色いパーツのみイエローサフを拭きました。サフが乾燥したら本塗装に入ります。調色は以前制作したエアリアルを踏襲しつつ、設定寄りに青を深めに塗装しました。
まずはマスキングではみ出た部分を中心にパーツの細部を塗り分けます。墨入れはタミヤの墨入れ塗料を使います。白いパーツのみダークグレーで、他はブラックで墨入れしています。墨が乾いたら模型用の綿棒にエナメル溶剤を染み込ませてはみ出し部分を拭き取っていきます。今回デカールは水星の魔女汎用1を使いました。エアリアルのデカールを基本にバックパックはフライト装備のものを使っています。デカールのりをつけてデカールを台紙からスライド、位置を調整しながら綿棒で水分と塗りを拭き取って貼り付けていきます。残るはトップコートです。持ち手に固定してしっかりホコリを払ったら半光沢のトップコートを吹き付けていきます。垂れない程度にたっぷり吹き付けます。半日以上乾燥させてトップコートが乾いたらあとは組み立てです。お待たせしました。 HG ガンダムエアリアル回収型の完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。オルスタでは
全塗装でサクサクと制作する模様をお届けしています。未熟なところもあると思いますが、皆さんの制作モチベーションが上がってくれたら最高です。ではまた。